こんにちは、近藤瑞穂です。今日はツインレイの男性が抱える4つの問題の3回目として、健康の問題にフォーカスをしてお話ししたいと思います。健康の問題は心の問題と密接にリンクしているため、今回は次回の心の問題のテーマにもつながる内容となります。それでは、シリウス中継、スタート。ツインレイの男性に一定の割合で健康の問題がついて回ることに気づいたのは、セッションを始めて間もなくの頃です。そしてその多くが次回のテーマとなる心の問題とリンクしています。これはツインレイに限らず誰にでも言えることですが、心と体はセットで、心の問題は体に現れるからです。ツインレイの男性は行動力があり、頼もしくとてもパワフルに見えますが、中身はとても繊細です。周囲のエネルギーに敏感であるため、些細なことでダメージを受けやすく、自分が思う以上にストレスが蓄積してしまうのです。大胆さと繊細、この相反する二極が混在することで、彼らの不思議な魅力が現れるのかもしれません。それは言い換えると、男性性と女性性の両性を持ち合わせている中性的な魅力と言えるのかもしれません。これは男性に限らず女性にも言えることですが、ツインレイは基本的にとても繊細です。その理由は、低い次元の波動が重くて荒いのに対して、高い次元の波動は軽くて精妙であるからです。波動が高いということは、精妙なエネルギーを持っているということ。そのために周囲のエネルギーを細かく感じ取りやすいのです。これがパワーがあるのに繊細である理由です。しかし、エネルギーが精妙であるほどに、周囲のものを受け取りやすくなってしまいます。でも、ツインレイの女性も同じなのに、男性の方がダメージを受けやすい理由はなぜでしょうか。それは彼らが無防備であるからと伝わります。女性は基本的に防衛本能が強いため、用心深く自分を守ることに意識が働きますが、男性は基本的に陽の性質を持ち、守るよりも発する方に意識が働くからです。無防備に自分の力を発動して生きている中で、知らず知らずのうちにダメージが蓄積して、いつしか心や体の病が表に現れてくるのです。また、周囲のエネルギーに敏感であるだけでなく、現実面においての負荷も大きく、幼少期を含めて環境や人間関係などから日常的にストレスを感じているようにも見えます。彼らが過酷な状況に追い込まれる理由はなぜでしょうか。それは自分を顧みることが今世の課題であるからと伝わります。お金の問題でもお話ししましたが、多くのツインレイの男性は過去世において自分の思うままに人生を謳歌した経験を持っています。しかし今世は自分を顧みるために思うように人生を歩むことができない葛藤を味わうことで、弱い立場の人々の気持ちを身をもって理解することが魂の学びとして組み込まれているからです。しかし、そのストレスを紛らわすために、お酒やタバコ、あるいは薬物などの依存物質に手を出してしまうケースも比較的多い傾向にあります。また、人によっては
乖離性障害が現れる場合もあり、本人の人格が隠れて別の人格が表に出ることもあります。乖離性障害については次回のテーマでお話ししたいと思います。実はツインレイの男性の闇はとても根深く、それが心身を蝕んでしまうのです。日々のストレスから逃れるために、依存物質で一時的にごまかしても、ストレスがなくなることはなく、次第に蓄積していきます。そして依存物質を手放すことができなくなり、同病を繰り返したり、生命の危険に脅かされる場合もあります。私は以前、ツインレイの女性は花であると表現したことがありますが、最近になって男性の方が花のようだと感じるようになりました。それは花があるからでもありますが、それだけでなく、一定の割合で命が儚い傾向にあるからです。例えるなら、ツインレイの男性は切り花で、女性は地植えの花です。地植えの花は大地に根を下ろして栄養を吸収することができますが、切り花は切り落とされた瞬間から命が短いことを悟るように一気に花を咲かせます。風水においても切り花の方がパワーが強いのは同じ理由です。ツインレイの男性は出会いの頃輝いて見えることが多いですが、次第にその光が失われていくようにも見えるかもしれません。そのため健康の問題が現れるのも出会いの頃よりも10年20年と過ぎる中で現れてくる傾向にあり、年齢はもちろん若い頃よりもある程度の年齢を迎えている方の方が現れやすいです。ツインレイの男性は自らの生命力を削りながら周囲のために生きているようにも見える日もあります。実際、働きを優先させるあまりに自分を大切にすることに意識が回っていないのです。しかし、それは尊いように見えても、そこには癒されていない問題が潜んでいます。なぜなら、人は愛で満たされると、自分の心と体を大切にするようになるからです。では、どのようにしたらツインレイの男性の健康問題を克服できるのでしょうか。それは何より彼らが愛で満たされることです。そして彼らの心と体を本当の意味で救えるのはこの世にツインレイの女性だけです。その件につきましても次のテーマでお話ししたいと思います。以上です。今回の内容は少し重たくなってしまいましたが、男性の体を心配されている方はきっと多いと思います。冒頭でもお話ししたように、体の問題は心の問題と密接であるため、今回は次回に続くお話の前半として受け止めていただければと思います。それではシリウス中継を終わります。